皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターを活用したカメラアイテムをご紹介しています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひチャンネル登録いただけると励みになります。ということで早速なんですが、今回はこのニコン ZF についてのお話をしようかなと思います。最近ちょっと悩んでいることがあって、それがこの ZF のシルバーのこの革張りの部分を張り替えるかどうかについてお話をしたいと思います。私はこの ZF のシルバーが出た時は、革張りの部分はもうブラックの革一択だったんですけど、先日 CP プラス2026でニコンさんのブースで ZF が並んでいるコーナーがあったんですけど、そこでいろんなカラーバリエーションの ZF が並べてあって、そのブースを見た時に、私はもともとやっぱブラックのこの革のこのカラー一択だったんですけど、あれ他のカラーもすごい可愛いぞと思ってしまって、ちょっと心を揺さぶられてしまったところがあったんですね。実は過去にも ZF の動画何本か出してはいるんですけど、その時にコメントとかでこの ZF の革張りの部分張り替えたりとかしないんですかっていうお話が結構あって、その時はブラック一択かなーって思ってたんですけど、やっぱり実際にこの間見に行った時はなんかすごく他の色に惹かれてしまって、なんかどれもそれが良かったんですよね。で、ちょうどニコンさんのその張り替えのサイトを見た時に、今プレミアムエクステリア張り替えキャンペーンが無料でできる期間になっているみたいで、それが今年のもう今月ですね、2026年の3月31日までは、送る時にちょっと送料はかかるんですけど、張り替え自体が無料でできるっていう、今ちょうど3月入ったので、もう1ヶ月切っている、無料のキャンペーンが1ヶ月切っているっていうような感じなんですよね。で、ちょっとサイトを見ると、通常は6600円かかるこの張り替えのキャンペーンが無料で、送料は1870円かな、かかるんですけど、カラーが6色の中、5色か。コニャックブラウンっていうのがニコンダイレクト限定のカラーであるんですけど、他で5色の中から張り替えをできるっていうようなキャンペーンになってるみたいですね。で、この間のその CP プラス2026に行った時に見たカラーだと、このシルバーに合いそうなカラーというか、私が気になってるカラーがストーングレーっていうカラーとモスグリーンっていうカラー、あとはセピアブラウンがちょっと気になるなぁと思って今見ています。最近だとこのカメラはこの後ろに置いてたりとかするので、この辺のなんかインテリアとかと馴染むというか相性が良さそうなカラーがいいのかなってちょっと思っています。他のカラーちょっと一色ずつ見てみようかな。あれですね。今言った3色の他にモーブピンクっていうのとティールブルーっていうカラーがあるみたいで、ちょっと上から見ていこうかな。コニャックブラウンっていうのはもうニコンダイレクト限定カラーだから、これはもう買う時にこの色で買わなくちゃいけないっていうような感じなのかな。あとはストーングレーっていう、このブラックよりちょっとなんか柔らかみのある、このシルバーともすごくなんか色合いが合っていて素敵なグレーのカラーとモーブピンク、これはかなり可愛らしい、ちょっと濃いめのくすみピンクみたいな感じのお色。あとはモスグリーンもあって、これモスグリーン私一番 CP プラスで見て、なんかすごい素敵だなって思ったカラーですね。結構深みの
あるグリーン系のお色、あとはティールブルーっていうカラーもあって、ちょっとパキッとしたようなくすみもありつつも、ちょっと明るめのブルーだった印象がなんかありましたね。そして最後はセピアブラウンで、なんかちょっとグリーンっぽい感じのブラウンっていうような印象、なんかすごくクラシカルなブラウンっていう感じのお色でしたね。私が気になってるのはモスグリーン、ストーングレー、セピアブラウンのちょっとクラシック系な感じの色がいいなと思ってて、ただこの今のブラックだったらあんまり目立たないと思うんですけど、ここのシルバーと革張りのこの境目のところは多分ブラックのまんまなのかな。どの色に変えたとしてもここのブラックのところは残っちゃうので、あんまりはっきり色合いがわからない方がなんか素敵かなっていう風に思って、でもなんかやっぱりブラックのままでもすごい素敵だな。このシルバーの質感と相まって、これはこれですごく素敵だなってやっぱ改めて見てみると思ってしまいますね。ただせっかくなのでちょっと今回、この ZF のシルバー購入してだいたい半年が経ったっていうところで、せっかくね無料のキャンペーンをやっているっていうことで、なんか他の色に変えたいなってなると迷いますね。やっぱこのブラックのこの境目のところがやっぱ気にならない方がいいんだよな。ちょっと双子の妹に聞いてみます。なんかネットの情報とかだと、この革張りの部分がこのカラーによってこの革の質感が違うっていうのを見たことがあって、結構ブラウン、セピアブラウンとかってなるとこの質感が結構はっきりと見えるというか、逆にグリーンだとすごくさらっとした感じ、あんまり凹凸感を感じないような質感になるのかななんて思ってて、結構質感によってもかなり見た目の印象変わると思うので、その辺もなんか楽しめたらいいなと思っています。さて、私の双子の妹から連絡が来たんですが、皆さん想像してくださいね。私の妹が何色を選ぶのか。妹が選んだのはドゥ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 。ドゥ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 。おー。セピアブラウンを選ぶと言っています。なんか想像できる気がする。ちなみにカメラじゃなくてレンズの話をすると、この間の CP プラスで 28mm のレンズも見てきました。で、他に、26mm のレンズとかもいいなって思ってたんですけど、やっぱりこの 40mm のレンズすごく気に入っていますし、最近、他のカメラとかレンズちょっとずつですけどなんか増えてきちゃってる感じはあるので、今のところなんか新しく買い足したりとかっていうことはしないで、この 40mm 一本で楽しみたいなっていう結論になりました。今のところ。で、35mm の単焦点レンズも欲しいなって思ってたんですけど、今のところ、ズームレンズで 35mm っていう画角は楽しめるので、そういう形、単焦点で新しく買い足したりっていうことはしないで、35mm のそのズームレンズで楽しんだりとか、あとこの ZF も 40mm 一本で楽しんでいきたいなと思っています。で、またさっきのカメラの話に戻ると、なんか私はもともと ZF-C 使ってて、このブラックの革張りにシルバーのボディっていう組み合わせがなんかすごく愛着があるから、なんかこのままでもやっぱりいいのかななんて思っちゃったりとかするんだよな。皆さんだったら何色がいいと思いますか？この今ご紹介した5色の中で G スタジオ的に一番合いそうな色、皆さんぜひコメントで教えていただけたらと思います。やっぱりもう一回ぐらいちょっと家電量販店とか見に行って、なんかどれがいいのかなっていうのを
ちょっと確認してから決めたいなと思っています。とはいえ3月31日までということで、もう間もなくなので、ちょっと早めに行きたいです。はい、ということで今回はこのニコンの ZF の張り替えをするかどうか悩んでますっていう悩みを皆さんに共有したくて動画を撮ってみましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さん何色がいいなと思ったか、あるいはいやこのままでいいんじゃないかとか、何かご意見あったら気軽にコメントいただけたらなと思います。そして最後ここまで聞いてくださった皆さんに少しお話というかお聞きしたいことがあります。今年の秋ぐらいに私の写真を展示していただく機会、イベントのようなものがあるというか企画しているところなんですけど、もし開催されたら行きたいなと思う方ってどのくらいいらっしゃいますでしょうか。もし行きますよっていう方いらっしゃったら、ぜひそちらもコメントで教えてください。場所は多分都内になると思います。今のところですけど考えてるものとしては、写真展の他にも人数の制限を設けてですけど軽食を取りつつお話をできる機会を作ったりとか、なんか簡単なワークショップ的なものを皆さんと一緒にできたらなっていう風なところもちょっとお話相談しつつ考えているようなところです。なのでその写真展の他にそういう他のイベント、ワークショップ的なものももし行きたいですとか興味ありますみたいな方がいらっしゃったら、そちらもぜひコメントで教えていただけたらなと思います。なんかどのぐらいの規模感になるのかの参考にさせていただけたらなと思っています。では今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録いただけると励みになります。それから写真やものづくりに関する情報は SNS でも随時発信していますので、よければそちらもフォローしていただけると嬉しいです。今後も写真や制作の裏側をシェアしていきますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。